こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご機嫌いかがですか？ナオコです。さあ、去年は開催延期になってたエグマ特集始めるざます。エニグマ？懐かしいね。そっちじゃない。別名、ミラノショーだな。ミラノ、パリ、ニューヨーク、ロンドンで開催される、奇抜なイベントですね。それはファッションショーな。何にせよ、流行は欧州発信ってことですか？だな。このイベントに合わせ、バイクメーカーもいろんな情報を発信してる。今年発表したモデルが勢揃い、そしてイベント用目玉モデルの発表もあったぜ。今年の締めくくりのイベントですね。だな。今回は、期待感あふれるホンダとヤマハのバイク情報をサクッと考察していくぜ。今年、来年モデルを合わせて紹介するので、2021年まとめ動画としてご覧ください。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。川崎と鈴木は次回な。今回の流れはこんな感じだぜ。1、EICMA、ミラノショー。で、2、ミラノショー、ホンダ編。3、ミラノショー、ヤマハ編。です。じゃ、輪締め、か。1、EICMA、ミラノショー。で、簡単に説明しとくぜ。イタリア、ミラノの展示場、フィエラ、ミラノで毎年開催される、二輪車の国際見本市だ。世界最大の二輪展示会ですね。毎年11月下旬に5、6日間開催され、総来場者は50万人以上。すごい人数。コミ形状です。で、いつから開催されてるの？ 1914 年からだ。本田宗一郎が8歳ぐらいの頃ですか。字は流れましたね。ついで有名なモーターサイクルショーは、10月頃にドイツのケルンで開催されてるインターモトだ。こちらは1998年からの各年開催だ。2018年開催の来場者は約22万人だな。前回はコロナの影響で中止となったから、次回開催は2022年だ。で、我らが東京モーターサイクルショーは1971に第1回が開催されてる。毎年3月下旬に開催で、2019年の来場者は約15万人な。バイク好きなら、ぜひチェックしたい3大イベントだぜ。ちなみに、ホンダが過去にミラノショーで世界初公開したモデルは、NM4、XADV、CRF250 ラリーや CBR1000RRR などだ。特徴的なモデルばかりです。ミラノショーで発表になった新型マシンは、来年開催予定の国内モーターサイクルショーでお目にかかれると思うぜ。ぜひ実車を見てみたい。さ、イベントの歴史はこれぐらいにして、新型バイクをサクッと見ていくか。2、2021ミラノショー、&2021 総括、ホンダ編。まずは、ホンダの発表車種のおさらいだ。新型モデル、CBR1000RRR、ファイヤーブレード、ST、ADV350、NT1100、小モデル、ザ・ホーネットコンセプト、新色、SH125 及び SH150i など11車種。さ、本命から行くぜ。CBR1000RRR、ファイヤーブレード、ST。2022モデルが展示されたな。変更点は、エンジン出力の中速域特性の変更、ドリブンスプロケット丁数を3丁増やし43丁へ。ホンダセレクタブルコントロールは制御熟成。スタンダードモデルの2新製フロントブレーキキャリパーピストンに特殊加工を施し、高負荷時の操作性向上。SP ではクイックシフター制御を最適化したな。先生質問。はい、レイムさん。ドリフトロケットが3丁目にオープンしたんですよね。どんな店だ？これは、リアタイヤについてるギアの波数を3つ増やしたってことだな。ちなみに、回る方がドライブ、回される方がドリブンだ。ドリブンスプロケットの丁数が増えたってことは、よりギアが大きくなったってことですか？そうだ。自転車で言うと段数が下がったってことになる。これは、先代より加速が鋭くなり、出だしもスムーズになる。でも逆に、低速ギアが敏感になってギクシャクしそうですが。大丈夫。そこは電子制御が何とかしてくれるはずだ。CBR1000RRR、ファイヤーブレード30周年専用仕様。今回の目玉はこいつだな。1992年に登場したファイヤーブレードの30周年記念カラーだ。何が違うの？初代モデルをモチーフとしたカラーリングと、あらゆるところに30周年記念モデルロゴが入る。一番気になるのは、液晶メーターでの専用オープニングムービーだな。動画では SP 版の記念車だったけど、一体いくらになるのやら。300万円の大台には載せないでほしいです。お次は、注目度抜群のスクーターだ。ADV350。アドベンチャースタイルとしてコミューターの機能を併せ持つ、ちょうどいいホンダのミッドサイズスクーターだ。ホンダのスクーターデザインは、この路線で活路を見出したってことなのかな？みたいだな。こいつはタイで発表されたフォルツァ350がベースだ。多分、250cc にスケールダウンしての導入になるんじゃないの？さあ、どうだろうな。ADV350 も考察動画をアップしてるので、ご意見くださいね。スマートキーにスマホ接続、トラクションコントロール装備で、舗装路から荒れた路面まで、幅広い使い道ができるバイクだな。NT1100。
ADV シリーズの親玉だな。名前は違いますけどね。ADV のデザインを面取りしたバイクだな。ツーリング性能に全振りで、電子制御に DCT、Apple CarPlay Android Auto に対応だ。まさに走るソファー、ですよ。タンデムでの快適なツーリングが楽しめそうですね。ぜひ後ろに座ってみたい。小モデル、ホーネットコンセプト。待たせたな。名前がホーネットだけに、往年の 250cc4 気筒を待ってた皆さん。またしても、待たされてしまいましたね。ZX25R へのガチ対抗馬じゃなかったな。でもなんでホーネットって名前にしたんでしょうか。ひょっとして、ミスリードを誘ってるのでしょうか。実は反対側にピストンありました、みたいな。それは T-MAX。それに小モデルでミスリードさせてもメリットない。じゃ、なんでホーネットって？見た目がスズメバチだし。確かに触覚があって、見た目は特徴的ですけど、他に気になるところといえば、キャスター角が結構ついてるところ。コンセプトだからじゃないのか？あ、これ、もしかして？どうした？ホンダライディングアシストって聞いたことありません？あるぜ。バイクがキャスター角を自動調整してバランスを取る、倒れないバイクだろ？その進化系が今回のミラノショーで登場してましたね。NM4 ベースの倒れないバイクってやつか。8はホバリングしてその場に留まることができるから、ホーネットはこの機能を採用したモデルになるとか？しぶといな。ま、確かに2気筒ストファイコンセプトモデルってだけじゃ、話題性は乏しいしな、と勝手なことを言ってみる。そこまで仕込んでくることを、勝手に願ってます。新色モデル。お次は新色発表だ。前回の動画ではカラー名を読み上げてたけど、今回は車種名だけで。あれは疲れましたね。カッコ内の丸×は、国内向けモデルの有無です。SH125i と SH150i、XADV、フォルタ125、300、CB650R、CBR650R、ペブル1100、500、ゴールドリング、ツアー。CRF250 ラリーの新色はなかったか。青とかあってもいいのにな。2021年登場、マイチェンモデル。ミラノショーの概要告知にはなかったが、2021モデルでカラー、モデルチェンジ車種を並べとく。ジャイロキャノ P、GB350、GB350S、NC750X、CBR400R、400X、CB1100EX、RS、ファイナルエディション、サル、125、スーパーカブ C125、CB125R、フォルタ、CB1000R、リオ110、CT125、ハンターカブ、新色、ペブル250、タクト、ADV150、クロスカブ110。いっぱい出したね。ここにないのは、CB1300、CB400、CBR250WR とかだな。CB シリーズの成就が気になるところですね。ここに上げたバイクも考察動画をアップしているので、よろしければどうぞ。まとめ。今回のホンダの出展内容はどうだった？あまりパンチのある新型はなかったですね。パンチって言うと？誰もが振り返る活かしたバイクがなかった、ということです。NM4 とか、ネクストモーターサイクル4とか両方同じだ。で、新世代の CB00 ってものなかったですし、CB は 1000R を残して終了なのかな。ちなみに、ECIMA のホンダ歴代コンセプトモデルを挙げとくと、CB1100TR、コンセプト、アフリカツイン、エンデューロスポーツコンセプト、CB4 インターセプター、ネオスポーツカフェ、CB4X、CBF、ホーネットコンセプト。ミラノショーでは CB 推しなんですかね。来年と東京モーターサイクルショーに向けて国内向けに鋭意制作中。ってことにしておこうな。はい。期待に胸を膨らませて、待つとしましょう。じゃ、お次はヤマハだ。3、2021ミラノショー &2021 総括、ヤマハ編。ヤマハの主要ニューモデルはこれだ。新型モデル、MT10、SP、XSR900、XSR700、T-MAX です。あれ ?YZF-R シリーズが1台もいない。今回のミラノショーでは発表済みモデルと、記念カラーの展示でしたね。新型披露はありませんでした。そうか。期待してたんだけどな。今年はヤマハの4つある製品シリーズのうち、MT と MAX シリーズはまるっと新型に変わってますからね。ヤマハ頑張った。YZF-R1 ベースの MT10 があの内容だと、新型 R1 はもう少し先になりそうですね。そうか。今回紹介する新型は、全部考察済みだ。気になったバイクがあれば、チェックしてくれよな。MT10、SP。メガトン級ヤマハですね。欧州では MT10 が2022年2月、SP は2022年中旬。国内は2022年秋に販売を予定してるぜ。新 MT シリーズの新型で、今年の鳥を飾ったのは、キングこと MT10 ですか。これまでの新 MT のデザインは、ロボ忍者風のモノアイ系だったが、KING はこれまでの昆虫系デザインがバッチリ残ってるぜ。
装備については、このクラスはどのメーカーも煮詰まってきた感じですね。緑の忍者はついに千里眼の術を手に入れたみたいだけど、ヤマハもそのうち秘伝の書を手に入れるだろうな。その時は、一体どんな装束をまとっているのでしょうか。粗者猛鮮血行為的な感じで。まさにキングオブネイキッド。XSR900。丸型ライトと分厚いテールっていう、オールドスタイルの定番デザインですね。だな。フロントカウルとシングルシートにすれば、憧れのカフェ XSR レーサーの出来上がりだ。そういえば、レイムは CB1000R と本気で悩んでるんだよな。ですよ。デザインと性能はどちらも満足なので、最後の決め手は3気筒と4気筒。どちらを選ぶかなんですよ。XSR900 の国内発表予定は2022年春だ。まだまだ考える時間はたくさんあるからな。よく考えるとします。XSR700。不益有効、という言葉がぴったりのバイクだな。XSR900 と比べたら主要装備が天と地との差ですね。900と700は、その役割の違いが明確だからな。楽に楽しくバイクで遊ぶなら XSR900？ バイクのいろはを学びたい。ってことなら XSR700 かな。ショーでは XSR700 のスクランブラー風の展示がありましたね。動画で話してたように、バイザーはメーター部分を避けるような異様デザインになってたな。これも、実写で見てみたい一台です。小モデル。テネレ700、ライドプロトタイプ。出た。ロマン枠のバイク。テネレ700ライドプロトタイプですね。テネレって、どんなバイクでしたっけ？ MT-07 をベースにオフロード向けの足回りを取り付けた、アクロ走破性を重視したモデルだ。そのテネレを、さらにラリー競技参戦前提でカスタマイズしたってわけだ。いろいろ突っ込んでいいですか？はい、喜んで。フロントのブレーキディスクが1枚足りません。バネした重量の軽減のために、1枚減らしたそうだ。タンクにキャップが2つ、テールにも2つついてますけど。見ての通りだ。4つの燃料タンクを装備してる。こんなの初めて。じゃないんだなこれが。1985年にヤマハの本社市販車開発部門が製作した、パリ高用 XT600 テネレってバイクには、燃料タンクがメインとサイドの3箇所あり、51L のガソリンが搭載できた。なんで、4つあっても不思議じゃない。5つで十分ですよ。あと、見たことないパーツがたくさん装着されてます。これは GYTR 純正ヤマハテクノロジーレーシング製のパーツだな。果たして、プロトタイプまんまのガチラリー参加本気マシンなのか、はたまたキットでの販売なのか、気になるところですね。ああ、続報が楽しみだぜ。新色モデル。お次は新色発表だ。MT シリーズ新カラー、MT-09、MT-07、MT-03、MT-125。テネレ700新カラー。今年初めに発表されたモデルだけど、2022モデルってことで新色発表ですね。車と一緒で気軽にイメチェンできないバイクだけど、XSR700 はその辺を考慮されたバイクでもある。他社にはあまりない考え方だし、それが惹かれるところでもある。でも、乗ったことないですけどね。2021年、国内登場&マイチェンモデル。さあ、一気に行くぜ。トレーサー 9GT、MT-09、07、シグナスグリフィス、SR400 ファイナルエディション、NMAX125、XMAX、YGF、R1、R1M、アクシス G、ビノジョグ、MT-03、MT-25、T-MAX560、テックマックス、トリシティ125、ボルト R スペック、ABS。だ。こちらもいっぱい出ました。ここにないのは、FJR、内見、マジェスティなどか。FJR はラインナップされてるが、全くもって音信不通なのが不気味だぜ。遥か彼方へ行ってしまったか。来年は誕生22周年ってことで、なんかあるかもしれませんね。まとめ。ヤマハの出展内容はどうでした？今年は R7、MT、XSR と1年通して新型車が発表されて、ヤマハ好きには充実した1年だったぜ。これで新型 R1 が EICMA で出展されてたら SP 富士子用へ。してなかったけどね。あと、ボルトの発表もなかったな。最後のワンチャンで、国内でワールドプレミア発表ってのを期待してるぜ。さあ、今回の動画はここまでだ。それでは、一旦お開きということで。今年の新型まとめ的、いかがでしたでしょうか？川崎と鈴木の分はどうするの？それは、今年の新型バイク総括、ミラノ小考察、川崎鈴木編をお楽しみください。では、今回はこの辺で。それでは、See you!